皆さんこんにちは、わたあめです。私は普段 JLPT の文法を使った会話練習の YouTube ビデオを作っています。今日は日本語の学び方について話してみたいなと思っていますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。皆さんはどのように日本語を勉強していますか？日本語の勉強をするにあたって何が必要だと思いますか？日本語の会話ができるようになるためには、1、文法、2、単語、3、シャドーイング、4、文化の理解。この4つが特に重要だと考えています。1、文法について。まず基本的な文型パターンを覚えましょう。それからその文型を使って自分で例文を作ったり、実際の会話で使ってみたりすることで理解を深めていきます。日本語学習用の本はたくさんありますので、自分に合った一冊を選び、繰り返し練習してください。そして徐々に日本語の文の構造をしっかり理解できるようにしましょう。ただし、一人で練習するよりも日本語の先生がいるともっといいです。先生とその文法を使って会話の練習ができれば、その文法が定着しやすくなります。単語をどうやって覚えたらいいかわからない人はいますか？単語を覚えるのは大変ですよね。私も外国語を勉強していますが、単語を覚えるのが本当に苦手でした。私がアドバイスするとしたら、単語を単語帳で覚えるのをやめて、文脈の中で単語を覚えるというのを試してみてください。そして、その時に選ぶ文章は皆さんのレベルに合ったものを選んでください。もしあなたが N3 レベルの学習者なら、N3 レベルの文章を読む中で出会った意味がわからない単語をピックアップして自分だけの単語リストを作成してみましょう。この方法なら、その単語が実際にどのように使われているのか、文脈を通して理解することができます。文脈と一緒に学ぶことで、記憶に残りやすくなり、より自然に使えるようになります。さらに、その単語を実際の会話の中で積極的に使うことで、記憶に定着させ、使い方を体感的にマスターできます。学んだ単語を読む、理解する、使うのサイクルで身につけましょう。シャドーイングのやり方はとても簡単です。ネイティブスピーカーが発音する日本語のフレーズを聞いたら、間を置かずにそのままリピートしてみましょう。その時、イントネーション、リズム、アクセントをできる限り正確に真似することがポイントです。この練習法は発音を改善し、リスニング力を向上させるためにとても効果的なテクニックです。私の YouTube ビデオでもいろいろな会話のシャドーイングができますので、ぜひ挑戦してみてください。日本語の会話の上達になぜ
文化の理解が必要だと思いますか？言語はただのコミュニケーションの手段ではなく、その国の歴史や価値観や考え方を反映しています。ですから、文化を理解することで、言語の背後にある意味やニュアンスをより深く理解することができるんですね。そして、文化を理解していれば、誤解や無意識の失礼を避けて、相手との関係を築きやすくなりますよ。いかがでしたか？皆さんの日本語の勉強に役立つ内容はありましたか？皆さんの日本語勉強法もぜひコメントでシェアしてください。それではまた次のビデオで会いましょう。バイバイ。